はい、皆さんこんばんは。本日はウエスタンアームズコルトガボメントスネークマッチ9011ガスブローバッグをご紹介したいと思います。この銃は私のではなく、いつもお借りしているワトさんの銃になります。いつもありがとうございます。まずメタルギアソリッドについては、非常に思い入れがあって、私ゲームのですねメタルギアソリッドが発売された時に、当時何も情報を仕入れてない中、ゲームの裏表紙を見てですね、そこに書かれてた潜入ミッションというのにちょっと惹かれてですね、当時ほとんどそんなジャンルのないゲームだと思って購入したのを覚えています。内容は言うまでもなく、とても引き込まれて夢中になって遊んだのを思い出しました。私が遊んだのはメタルギアソリッドとですね、メタルギアソリッド2、サンズ・オブ・リバティ、ここまでしかやってないんですけれども、それ以降はですねちょっと 3D 感がちょっと強くなって、私三半規管があんま強くないので、私の三半規管が対応できなくなってやめてしまいました。少し私のメタルギア話が長くなりましたが、このメタルギアソリッド3、スネークイーターのですね主人公であるネイキッドスネークが、使用するカスタムガバメントに近づけたのが今回ご紹介するスネークマッチカスタムになります。ただコナミの正式版権があるわけではないのなので、厳密には違う部分もあるようです。私自身はメタルギアソリッド3は遊んでいないんですけれども、動画で全部見たりしているので、その中でスネークがこれはという言葉で始まるカスタムの内容を述べるシーン、これ非常に印象的だと思うんですね。私もそちらをモデル化したスネークマッチカスタム、これが非常に気になって今回お借りいたしました。ネイキッドスネークが作戦終了まで愛用したこの特注のカスタムガバメントに近いですね、この銃について、少し細かく見ていきたいと思います。また通常のガバメントの違いとも比較していきたいと思います。まずは手にした印象ですけれども、スライドの金属感が非常に印象的ですね。素晴らしい仕上げだと思います。色合いもですね、スライドの側面にこのヘアライン加工というのがされていて、非常に金属色が強いと思います。東京丸井製のこちらと比べるとですね、色合いがだいぶ違うのがわかるかと思います。ヘビーウェイト樹脂ということもありますけれども、非常に重量感もありますね。あとグリップがですね明るめなブラウンなのも印象的です。あとグリップパネルの前方ですね、こちら溝が入ってる点、これはナイフを握ったままハンドガンを確実に握る加工、これが特徴的だと思います。それでは各部見ていきたいと思います。マズルは45号径の形状になります。こちらサブレッサー対応の 14mm 正ネジのバレルが装備されています。あとこのバレルブッシングですね、こちらがシルバーなのも特徴的です。フロントサイトリアサイトともに固定式でホワイトドットが入っています。こちらも通常の9011とは違いますね。スライド前面にですね、こちらコッキングのセレーションが入っています。左側の刻印はシンプルな刻印ですね。スライドのですね上部の形状ですね、こちらが平面になっているんですね。これは通常の9011とはちょっと形状が違っています。トリガー前面にですねセレーションが入っていて、こちら6ホールトリガーになっています。こちらロングトリガーになっていまして、こちら9011の通常のやつと比べるとですね、前方にですねトリガーが出ているのがわかるかと思います。メタルギアソリッド3ではトリガーガードの付け根が、削り込んであるようなんですけれども、今回これは表現されていないようです。スライドストップは左側のみになります。こちらスライドストップはですね操作しやすいようにこちら延長されていますね。こちらここまでしかないですけれども、ここまで延長されています。
セーフティーも左側のみになります。こちらはコック&ロック仕様ですね。こちらも確実な操作をするために延長されています。こちらですね。これだけしかないです。普通これしかないですけど、こんだけ延長されています。グリップはシングルカラムマガジンのため細めです。グリップパネルは先ほども言いましたけども明るいブラウン色ですね。あとグリップパネル前方、こちらですね。こちらに溝がある独特なデザインになっています。これこそスネークマッチですね。スプリングハウジング部分がですね、こちらストレートになっていますね。通常の911はこの通り少し丸みがある形状ですね。フロントストラップ部分、こちらにはですね、ゲームだとチェッカリングがあるようなんですけれども、今回の商品にはありません。グリップテープにはですね、ライン&リンクはないです。グリップ後方のですね、グリップセーフティーですね、こちらはプロ仕様のためオミット化されています。ハンマーは操作性を上げるためリングハンマーになっています。マガジンキャッチボタンは低くはなっていないですね。あとマガジン挿入部分も大きくはなっていません。ここら辺はゲームとはちょっと違っていますね。マガジンの相談数は21発になります。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらはスライドをここに合わせてですね、スライドストップレバーを抜きます。そうするとスライドとフレームに分解できます。でこちらリコイルスプリングとプラグですね、こちらを外すと、あとこのバレルブッシングですね、こちらを回して抜きます。そうするとですね、アウターバレル式が外せます。このアウターバレルとインナーバレルはバネでつながっているタイプですね。こちらアウターバレルは金属製ですかね。あとこちらはホップ調整はないので固定ホップのようですね。リコイルスプリングとガイド両方ともスチール製ですね。あとリコイルスプリングガイドの根元ですね、こちらにはバファーリングが入ってますね。あとこちらプラグもシール製になります。こちらがスライドですね。こちら非常に重量感がありますね。こちらスライドストップがかかる部分ですね。こちらにはスチールパーツで補強されています。スライドストップのレバーですけれども、この根元部分は金属ですけど、このレバー部分は樹脂ですかね。全体の感想になりますけれども、まずはこのスライドの金属感に圧倒されますね。ここはさすがウエスタンアームズだと思います。全体的にカスタムが盛り込まれた、タクティカル感が満載だと思いました。いくつか再現されてない部分はありますが、メタルギアソリッド3で出てきたスネーク使用銃に近づけたこのカスタム銃はですね、メタルギアソリッドファンにとっては非常に興味惹かれますよね。実写はですね、ゆっくりとした動きながら重いリコイルを味わえます。気になったのはマガジンを温めすぎるとたまにバルブが叩けていないのか、ちょっと急暖フローが起きることがありました。サイトにホワイトドットが入ったことで狙いも定めやすくなっています。従来911の上目に行く弾道もですね、近距離ですけれどもフラットになったような感じもしました。ただウエスタンアームズの911でもありましたけれども、スライドストップがかかった時スライドを引いて解除ができないことがあります。何度も言いますけれども、ウエスタンアームズ製は付加価値も高いエアガンなんですけれども、それなりの値段は求められます。このスネークマッチカスタムも長物並みの価格なので、なかなかちょっと手が出ないですね。私的にはもう少し価格下げていただきたいんですけれども、
その価格に納得感を感じる方ももちろんいらっしゃると思います。先ほども言いましたけれども、メタルギアソリッドファンにとっては、非常に憧れる銃だと思います。何かの記念や自分へのご褒美などで、購入を検討しても良いと思うほど、この銃は所有欲を満たしてくれる銃だと思いました。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。